6月9日5時10分です。この動画ではですね、草刈りの映像を見ながら、限界集落だった池谷集落が、再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいというふうに思います。バックナンバーは再生リストで整理しますんで、他の回をご覧いただきたい場合は再生リストからどうぞご覧くださいませ。再生リストのリンクは、概要欄に貼っておきます。続きをですねご覧いただきたい方はチャンネル登録いただきますと、更新したらすぐにご覧いただけますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。またですね、字幕をオンにしていただきますと字幕も見れるようにしておきますので、そちらもご活用ください。それでは第1話行ってみましょう。プロローグ。賑やかだった村。池谷入山集落は新潟県十日町市の東北部にある飛谷地区と呼ばれる地区の中にあります。飛谷地区は魚沼市と南魚沼市に隣接しており、十日町市の北東の玄関口とも言えます。池谷集落は標高約300メートルの山沿いにあり、冬には多い年は3メートルから4メートルもの雪が積もる雪国で、自然豊かな場所です。現在では道路が整備されているため、十日町の中心部までは車で約15分から20分ほどでたどり着くことができます。また道路除雪の体制も整っており、インターネット環境も整備されているため、雪国の山奥ではありますが、車とパソコンやスマホなどインターネット接続機器があれば意外と不便さを感じることは少ないです。この YouTube もインターネットに接続してアップロードしてます。農村の状況っていうのは一昔前とは全く違った環境にあると、実感してますね。1960年には池谷集落には37世帯211人の住民が住んでいました。入山集落の世帯数は15世帯、世帯数だけ記録がありました。池谷集落と入山集落は隣同士の集落だったんで、当時は学校も池谷分校で一緒、また消防団も同じ班だったり、地区民運動会でも合同チームということで、大変、近しい存在だったというふうに聞いてます。夏には、集落の神社で夏祭りをして、芝居をしたり屋台が出たりと、とても、賑やかだったそうです。池谷集落で生まれ育った曽根恵美子さん、屋号つぐらさんですねは当時をこういうふうに振り返ってます。昔はどのうちも子供が多かったから、小さい頃は兄弟たちと遊んでばかりだった。だから他の家のことはあんまりよく知らなかった。冬になると高学年生は親に叩いて柔らかくしてもらった藁を持って仲間のところに行って縄を鳴ったり草履を作ったりしたね。かっこよくできると嬉しくて自慢したり、3時のお茶にさつまいもやつけなたくあんを食べるのが唯一の楽しみの時間だったね。池谷集落の中でも山頂に近い場所にある飛谷第一小学校池谷分校には、池谷集落と入山集落が、から、子供が通ってました。池谷分校に残る本棚の裏には、昭和24年小学校卒業記念送る池谷校と書かれており、9人の卒業生の名前が連なっています。それだけを見ても当時は子供が多かったということが伺い知れますね。集落の人数は多かったんですけれども、封建的な仕組みが色濃く残る村でもありました。池谷集落の村の役は主立ちと呼ばれる7軒の旦那衆だけで回されており、集落のことは彼らが全て決め、他の階層の人たちは意見を言うことができませんでした。そんな中、戦後池谷分校に赴任し教鞭を取った
宗山金一先生という方がいらっしゃったんですが、この先生がとても進んだ考え方を持ってまして、それまでの封建的な体制を改革する動きを取ったんですね。学校で児童に働きかけただけじゃなくて、青年団を通じて村を変えようとしてですね、それが功を奏しまして、徐々に民主化が進んでいきました。当時宗山先生から教わった児童が、現在80代の世代になってまして、今ですねもう皆さんちょっと亡くなった方もいらっしゃいますんで、今残ってるのは橋場さん、ぐらいになってしまうんですけれども、こういった世代が池谷集落を最後まで残って村を守ってる世代なんですね。でこれが池谷集落が早い段階でまとまりが良くなって、また他の外部のですね移住者に対して開かれて受け入れてきた、一つの素地になってるんじゃないかなというふうに私は思ってます。で戦後の初め、池谷集落では田んぼと養蚕と林業が盛業で、取り組まれてました。でやがて養蚕は徐々に旗箱に転換していき、冬は男衆は出稼ぎに出るようになりました。中でも池谷集落の人たちは長野県の寒天工場に出稼ぎに行く人が多く、現在、村に残ってる高齢世代、現在というか私がですね、移住してきた時に村に残ってる高齢世帯は、皆さんですね寒天工場での出稼ぎを経験しています。一方ですね女衆はですね主に機織りの内職をしていました。で高度経済成長期に入りますと、木材の輸入自由化などの影響で、山の木の価値が下がりまして、やっぱり収入のいい仕事を求めて集落を離れていく人が増えてきました。国道から集落までつなぐ、道路が整備されますと、皮肉なことにですねより多くの世帯が集落を離れる結果になりました。住民は引っ越し道路とこれを呼んだそうですね。で集落に残る人も収入を得るために外に働きに出て兼業で田んぼを耕作するようになっていきました。池谷集落では曽根武さん、矢後嗣良さんがですね、中心になりまして、補助整備事業にも取り組んでいました。でそのためですね山間地の田んぼにしては一区画あたりの田んぼの面積が広い田んぼができてまして、集落に残った少ない戸数に、田んぼが集約されていたことで、池谷集落の田んぼは他の集落に比べて一人当たりの耕地面積は比較的広かったですね。私が池谷集落に移住した、2010年の時点では池谷集落の方々の耕作面積は1世帯あたり平均1丁部を超えてました。だいたい他の集落はだいたい3単部ぐらいやってるっていうような方が多かった中で、これはですねかなり広いなと思いました。で池谷分校は1984年に、児童が3人になりまして、ついに休校になったんですね。で休校の後も冬季分校として利用されてたんですけれども、それも1986年には休校になり、事実上の閉校になってしまったんですね。またですね入山集落なんですが、こちらはですね平成元年に廃村になりました。で NPO 法人地域おこしの代表理事である山本博さんも、33歳の時に入山を降りて十日町市内でも平場の方にあるですね太子堂という集落に引っ越ししました。で池谷集落は中越大震災の直前には住民が8世帯22名となり、盆踊りなどの行事もなくなってしまい、すっかり昔の賑やかさは消えてしまってですね、いわゆる限界集落と呼ばれる状態になってしまいました。この限界集落とは過疎化などで、人口の 50% 以上が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭などの、社会的共同生活の維持が困難になっている集落を指します。さてですね、今回はプロローグということで、池谷集落のね、昔の、賑やかだった頃の、様子をちょっとですね、それがだんだんと過疎化していく、までのですね、そういった様子をちょっと、お届けしていきました。次回以降からですね中越大震災をきっかけに、
集落が外からね人を受け入れていくような、様子についてですねお話ししていきたいなというふうに思います。そちらもぜひ、お楽しみにしていただければというふうに思います。それではですね、ここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました。最後に去年と同じように草刈り後のちょっとメンバーのですね感想を一言ずつですねちょっと述べさせていただきますので、そちらの方もぜひご覧いただければというふうに思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがですか。始めた頃は太陽出てない時は涼しかったんですけど、今太陽出てきて暑くなってきたので、やっぱ朝早くやるのは正解だと思いました。以上です。今年度初めての、草刈りだったんですけども、最初は楽しかったんですけども、中盤あたりからちょっともう苦しくなりました。まだやっぱり体が草刈りモードになっていないので、斜面でよろけたりとか、足腰がまだまだ、草刈りモードになってないので、これから徐々に体も心も慣らしていきたいなと思います。はい。今日はですねちょっと私途中で一回抜けたんですけど、実は昨日の夜にですねうちの奥さんが足をなんか怪我しまして、それで子供の、学校に送るっていうのがあるんですが、中学校のバス停まで送るっていうのがあるんですが、それがちょっと自分がやらないといけないということでちょっと一瞬抜けました。この後ですねちょっと病院にうちの奥さん連れて行って、骨折はしてないと思うんですけど、腫れてるということなんで、どんな感じかちょっと大事がなければいいなと、思っております。ということで、以上でございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。終了時刻は8時24分でした。